どうも、ハイログラフィーのヒデです。今回はメキシコで撮影した映像で、オープニングをお届けしていきました。メキシコって本当に綺麗な国ですよね。実はですね、先日寺尾亮 YouTube の、亮くんと YouTube のコラボライブをさせていただきました。ライブ終わった後ものすごい反響があって、その後もコメントとか、個人的にちょっとメッセージをいただいたりして本当に嬉しかったです。またね、これからもね、亮くん含めてね、いろんな人と、コラボでライブとかもやっていきたいので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。ライブの、内容は、亮くんの方のチャンネルの方にアップされておりますので、ぜひ概要欄に貼っておきますので、そちらからまだ見てないよという方は、ぜひアクセスお願いします。さて今回、お届けしていきたい内容は、今回オープニングでも流れました、そう僕が3年間過ごしたメキシコについてです。といってもね、ここでまたメキシコの歴史とか経済とか話し始めちゃうと3時間の、動画になってしまうので、今回はメキシコとアメリカの生活を比較してみたという、お話で、スーパーでの買い物動画とともに、お送りしたいと思います。今回訪れたスーパーは、私の家から15分ぐらいのところにあるセントラルマーケットという名前のスーパーで、テキサス地元産のオーガニック系の、フードを取り扱ったスーパーになります。セントラルマーケットっていう名前かっこいいですよね。でも日本語で言うと中央市場ってなりますからね、オーガニックたくさん取り揃えていそうですよね。さてそれでは早速行ってみたいと思います。まずは生活面から、お話ししていきたいと思います。最初は家賃ですね。私がメキシコで住んでいたマンション 1LDK だったんですけども、家賃はズバリ13万5千円でした。一方、現在私がテキサスに住んでいる家は 3LDK で、ガレージ付き庭付きで27万円です。ということで家賃で単純比較すると倍なんですけども、広さとか考えると、テキサスの方が広々と生活していてだいぶ余裕がある感じです。メキシコの方がですね、平米だけで見るとものすごく高いと思います。これはですね、私が実はその住んでいたところがメキシコの中心地、メキシコシティのポランコという、最も地価の高い場所に住んでおりました。そういったことも影響してるんですね。次はスーパーでの買い物。メキシコは何といってもトロピカルフルーツの国で、もう新鮮な野菜からフルーツまでもう何でもかなり安い値段で手に入ります。メキシコでのアボカドの値段はだいたい1キロで200円ぐらいとなります。アボカド自体だいたい1個で150から 250g なので、だいたい1キロというと、4個から5個の値段になりますね。一方テキサスでは1個あたりのアボカドの値段が200円から250円ぐらいします。ということは単純計算すると4倍近くの値段の差があるということですね。他のフルーツとか野菜もだいたい倍から4倍ぐらいの値段の違いがあると思います。次に治安です。メキシコの怖さっていうのは誰しもニュースとかテレビでご覧になったことがある方はいるんじゃないでしょうか。メキシコはですね、日本の常識感覚から言うとかなり危険な国と言っていいと思います。さっき僕が話した通り、僕はメキシコで高い家賃を払ってでも安全を買っていました。それでもですね、2回ほどですね、怖い目に遭ってます。当時僕が住んでいたマンションは24時間ですね、銃を持った警備員がついてるんですけども、ある日ですね、夕方7時ぐらいでしたかね、僕と妻で、リビングでテレビを見ている時でした。突然ですね、ものすごい振動とともに、3発の銃声が、鳴り響いたんですね。しかもですね、それが僕らが住んでいるすぐ真下の階から聞こえてきたんです。僕も銃を持っているので、すぐにそれが銃声だと気づきました。しばらくですね、電気を消して、静まっていたんですけども、窓の外を見るとですね、いわゆるスワット、大きな銃を持った部隊がですね、我々のそのマンションの方にだんだん集まってくるのが見えました。それからですね、しばらく経って、避難した方がいいなと判断して、階段を使ってマンションを降りていった時に、たまたまそのスワットの部隊と、遭遇したんですね。そして、スペイン語で、何が起こってるんだということを聞いたらですね、実は3人の死体が見つかって、犯人は今も逃走中だということを言われました。他にもですね、ある日ですね、ちょっと暗くなってきた時に、妻と外歩いていた時に、3人の強盗に襲われかけたこともありました。
ですのでですね、メキシコは夜は外は出歩かないように、気をつけた方がいいと思います。それからですね、もちろんですけども、時計などの高級品は身につけないようにしてください。それとですね、絶対にやってはいけないのは夕方以降の運転です。日本人の方でも信号待ちの際に襲われたっていう話もいっぱい聞いているので、絶対に夕方以降の運転はしないでください。次にアメリカですけども、アメリカといっても州によっても地方によっても都市によっても全く違うので、例えば僕が住んでいる、テキサスのダラス近郊ですね、そこはかなり安全と言えると思います。特に私が住んでいる、ダラスの北の方にあるフリスコとかプレーノっていう都市なんですけども、ここはですね、全米の、主要都市の中でも5番に入るほど安全な地域ですので、夜一人で出歩くなんてこともできます。アメリカはもう場所、地域、また通りを一つ挟んだだけでも、もう治安が一気に変わってすごく悪くなる場所があるので、旅行する際は十分に気をつけてください。いずれにしてもですね、海外に行かれる際は、日本の常識にとらわれずに十分現地のその犯罪とかを調べた上で行かれることをお勧めします。次に言語です。アメリカはもちろん英語ですよね。僕が住むテキサスは、南部なまりの英語を話します。ダラス近郊はともかくとして、たまにドライブで、テキサスの地方に行くと、ガスステーションとか行くだけでもちょっと店員さんと話したりすると、あれ今なんて言ったなんていう瞬間もたまに未だにありますね。最近はですね、なんとこの空前のテキサスブームにより、この南部なまりがかっこいいとさえ言われてるんですね。ここで一つだけ南部で使う英語をご紹介します。英語でこれから何かをしようとしている時に使うのが I'm about to っていう英語がありますよね。I'm about to do something。例えば I'm about to pay the bill っていうと、今その支払いやろうと思ってたとこなんだよっていう感じになります。これをテキサスでは I'm fixing to っていう言い方をします。I'm fixing to pay the bill。 直すという fix に in をつけて fixing。I'm about to do something. I'm fixing to do something. これ以外にもテキサスには独特の言い回しなんかがあるので、興味がある方はぜひ調べてみてください。一方メキシコはそうスペイン語ですね。その昔メキシコがスペインの統治下にあったため、スペイン語は公用語として今も使われています。ただしですね、メキシコ国内でも観光地であるカンクンなどは、英語が通じるところがほとんどです。次にチップ制度。アメリカでは各所でチップを払うのが習慣化しております。例えばですね、レストランとかホテルとか、バレットパーキングなどなどですね。例えばアメリカでレストランに行った際は、提供された料理の約 20% 程度をチップで払うのが一般的です。一方メキシコでは、提供された料理の約 10% を払うのが一般的です。レストラン自体にもですね、結構価格差があってですね、アメリカで一般的なレストランで、ランチをしようと思うと、2人でだいたい9000円から1万円程度かかると思います。一方メキシコでレストランに行く際、もちろんレストランの、クラスにもよりますけども、だいたい2500円から3000円あれば2人で十分食べられると思います。メキシコでのチップ制度について一つ。メキシコではスーパーに行って買い物をする際、レジに行った時にですね、レジの係の方ともう一人ですね、必ず人がついていることが一般的です。その方はですね、買ったものを袋に詰めてくれる係の方なんですね。でこの方には必ず5ペソ、約25円ぐらいですねを渡すようにしてください。ですので常にコインとかをポケットに入れておくのがいいと思います。次に家族構成ですが、アメリカでは一般的に、日本と同じですね。夫婦と、子供たちが大きくなるまでは子供と一緒に暮らすという感じです。一方メキシコではですね、拡大家族が、一般的で、祖父母からおじ、おば、いとこ、それから夫婦、子供が一緒になって暮らすということがよくあります。カトリックの信仰心が強いメキシコでは、家族コミュニティを重視したり、伝統的な価値観が重要視されるので、家族みんなでサポートし合っていく傾向が強いです。次は賃金についてです。メキシコでの平均年収はだいたい240万円ぐらいです。一方アメリカでの平均年収は約680万円程度です。もちろんね、これは平均年収ですので、アメリカもメキシコも地域、州によって全然格差があります。これ聞いたことある方もいるかもしれないんですけども、例えばカリフォルニアのシリコンバレーでは1200万円の給与があったとしても貧困層としてカテゴリーされております。通勤方法についてですが、アメリカでは車を使って通勤するのが一般的です。一方でメキシコでは
バスや電車などの公共交通機関を使って通勤するのが一般的です。次に食事についての比較。もちろんアメリカでは多国籍な文化の背景があるため、様々な食料が手に入りますし、レストランに行けばファーストフードからグルメ料理なんかもいろいろ手に入ります。例えば僕が住むテキサスなんかはもうステーキ肉で有名なので、レストランに行くとですね、大きなステーキが提供されてですね、そこにちょっと甘めのソースがかかったりしていて、本当に美味しいお肉が至る所で食べられます。一方メキシコでの代表的な料理はタコス、ブリト、グアカモーレですね。特にタコスはもう広く一般に慕われており、メキシコシティなんかではお昼とか、朝とかもそうですけどもなると、そのフードトラックとか、その路上のレストランがですね開いてですね、ブルーワーカーからもうスーツを着たビジネスマンから皆がですね列を作って一緒になって食べています。次に比較したいトピックが医療制度について。アメリカでは高額な医療を請求されたという話をよく耳にしたことがある方がいると思います。アメリカの医療制度っていうのはかなり複雑で、さらにですねその自分が働いている会社が契約している保険会社によっても左右されるため、一概には言いませんけども、個人的には絶対に病気にかかりたくないし、入院なんてましてやしたくないです。一方ですね、メキシコでは公的医療機関が安価で提供されております。歯の治療であったり手術であったりをメキシコで安価に行うためにわざわざ外国からメキシコに行かれるっていう話もたくさんあります。スペインとかアメリカに留学した優秀な医者が数多くいてですね、いい医者に出会えればかなりのベネフィットがあると思います。ちなみに僕はですねメキシコで歯の治療もしましたし、手術も行いました。手術の方はですね、かなり優秀な医者に出会うことができて、また費用もですね20万円程度と、かなり安価にやってもらえたと思います。一方歯の治療はですね、最初に出会った医者がもうかなりのやぶ医者だったので、本当に大変な思いをしました。詳しくはいつかお話ししますね。メキシコでインプラントをやろうと思うと、だいたい1本あたり10万円。歯の矯正治療なんかは上下合わせて25万円程度で可能です。さてこれまで、アメリカとメキシコの違いについて様々話してきましたが、いかがでしたでしょうか。隣同士の国ながら、大きな違いがありますよね。あとですね、噂で聞くのと、実際に住むのとではもう全く違います。他にもですね、生活の違いについていろいろお話していきたいのですが、そろそろ買い物も終わる頃なので今日はここまでにしたいと思います。他にもですね、アメリカやメキシコについて聞きたいことがある方はぜひコメント欄に記載をお願いします。チャンネル登録忘れずによろしくお願いします。それではハイドグラフィーのヒデでした。次回またお会いしましょう。バイバイ。